Hello everyone, welcome to the Lemon School Channel. こんにちは、レモンスクールです。まず僕の自己紹介はこちらです。Today, let's talk about Japanese romanization. よく子供たちの英語の綴りを見てみると、日本語のローマ字の影響が出てますよね。だからローマ字がいけないんだという意見もよく聞きますけど、決してそういうことではないんですよ。ローマ字を悪者扱いする必要はないんです。どういうことか見ていきましょう。例えば with を wizu と綴っている子を先日見たんです。まずそもそも発音が英語ベースの with ではなくて、カタカナ発音の日本語の50音表ベースの with っていう発音になってますよね。まずこの with っていう発音になってたら、英語で正しく綴れるわけはないですよね。だけど、たとえ発音が日本語式の with だったとしても、英語のフォニックスをちゃんと習ってたら、この日本語式の発音をこういう風に英語式に綴ればいいだけなんです。なんとなくこれを見ると日本人の感覚だと with じゃなくて with って伸ばすイメージですよね。でも英語では e と i、u とうっていう区別はないんです。発音記号でも辞書とか教科書によるんですけど、大人用の英和辞典だったら、これとこれが同じ音、これとこれが同じ音という話を別な動画でしているので、そちらも見てください。だから英語では単純にゆっくり言えば with って日本人には伸ばしているように聞こえるし、with で早く言えば日本人には伸ばしてないように聞こえるというだけです。こういうことをちゃんと知ってるかどうかですよね。あと with って日本語ではっきり発音するとここに d が入るかもしれません。とにかくまず発音が間違ってたとしても、それを日本語のローマ字のルールに当てはめるのではなく、英語のフォニックスのルールで綴れるようにする。まあそれは僕のレッスンで詳しくやってますけど、これができれば第一段階クリアです。というかぜひともね、これができるようになってほしいですね。次に発音がちゃんと with っていう英語の音体系がベースになっているものだったら、今度はその英語の発音を日本語のローマ字じゃなくて同じように英語のフォニックスのルールで綴れるようにする。そうすると with としか綴りようがない、間違いようがないんですよ。発音もネイティブと同じではなくてもそれに近い発音。少なくとも自分の頭の中でしっかり日本語の50音ベースと英語の37音ベースが別々に分けられてて、ちゃんと英語の発音体系で発音してるつもりだったらいいんです。それをしっかり英語の綴りのルールに当てはめて綴る。という、ある意味英語に限らず外国語を学習する上で当たり前なことなんですけど、それをなかなか指導できる人がいないというのが現状なんですよね。それを発音指導に熱心な人たちは変えたいんですよね。だから結果として日本語的に発音して、それを日本語的に綴るとなっちゃうわけです。実は先日、英語発音技能検定の特級合格者のミーティングに参加したんですけど、やっぱり皆さん、発音指導とかフォニックスに関する情熱が高い方ばかりなので、皆さん全く同じ意見でした。そこである先生が面白い例を挙げてました。ベースボールを覚えるときに、バセバ11と覚える子がいるらしいんです。このバセバはローマ字読みしてるだけだからまだ普通ですけど、この LL が11っていうのはもう感動ですよね。素晴らしい発想ですよね。これ笑い話みたいですけど、本人はきっと真面目なんだと思うんですよ。語呂合わせとしては素晴らしいと思います。こういう風に英語の綴りをことごとくローマ字読みに変換して覚えるっていうのはもうあるあるですよね。でも英語のフォニックスを知ってれば、このベース、もうそのまんま英語式に読めばいいだけです。まあせいぜいベースかベーズで濁るかの二択ですよね。バールもこれは基礎ルールではないですけど、準レギュラールールというかそれなりによく出てくるパターンなので、フォニックスを知ってれば読めるかせいぜいバールかベールの二択に絞れるんです。しかもカタカナ発音じゃなくて英語の音体系の発音になります。こういうなんか語呂合わせみたいな技っていうのはまともにやってダメな時に使う手段ですよね。でもまともにやってできるんだったら別に使う必要はないわけです。英語でちゃんと考える例を挙げますけど、例えば音声学で出てくる alveolar 歯形音、歯茎音っていうちょっと難しい単語。発音は alveolar ですけど、これの綴りを覚えるときはalveolar っていうようにシラブルっていう英語の拍単位で発音して英語の音だけを使ってそれを英語のフォニックスの基礎ルールに当てはめて読むっていうのが成功法です。ネイティブの知り合いがいる人はぜひネイティブがちょっと難しい単語とか長い単語を書くときにこうやって alveolar みたいにこうブツブツ言うときがあるんですよね。それをなんて言いながら書いてるかよく聞いてみてください。それで面白いのが中国語を習う時も似たようなことがあるんですけど、学習者の捉え方が全く英語教育と違うんですよ。例えばこの漢字は日本語の音読みでは大ですけど、中国語ではダーって読むんです。
だけど、うっかり日本語の癖で大って言っちゃったりするんですよね。することもあるんです。あとこの实在っていう漢字も、中国語ではこう書きますけど、日本語ではこう書くので、うっかり日本人はこう書いちゃったりするんですよ。そういうこともあるんです。でもだからといって、日本語で漢字を使うせいで中国語ができなくなる。で、日本語の漢字を悪者扱いする人は僕は見たことないです。むしろみんな、日本語でも漢字を使ってるおかげで、日本人は中国語のリーディングで有利だっていうふうにポジティブに考えます。スピーキングとかリスニングは別ですけど、やっぱりリーディングは日本人は漢字のおかげで強いんだっていう、ある意味プライドっていうか自信が出てくるんですよ。同じように中国語は漢字の読み方をピンインっていうローマンアルファベットで書きます。例えばこれは中国語ではふって読むんですけど、ついローマ字の影響でへーって日本人は読んじゃったりすることもあるんですよね。中国語はふです。でもだからといって、ローマ字のせいで中国語のピンインが読めなくなる。ローマ字のせいで混乱する。で、ローマ字を悪者扱いする人は僕は見たことないです。ちなみに英語ネイティブだったら、he って読んじゃうかもしれませんね。なぜかというと、漢字にしてもローマンアルファベットにしても、ちゃんと中国語の授業で基本的なルールを教えてくれるから、みんな、同じような文字を使ってるだけで読み方のルールは日本語と中国語では全然違うんだなっていうのをはっきり理解してるからです。別物として教えてくれるから、別物だと分かってるからそんなに混乱しないんです。英語も一緒で、ちゃんと英語のルールを別物として教えて、同じような文字を使ってるだけで読み方は全然違うんだなと理解してもらえれば、別物と分かってもらえれば混乱しないんです。そもそもローマンアルファベットは事実上世界共通の文字ですよね。ひらがなとか韓国語のハングルとかロシア語のキリル文字とか、そういうのは外国の人たちにとって馴染みがないですけど、そういうのを全部ローマンアルファベットに変換して書き換えれば、正しい読み方はわからないですけど、少なくともとっつきやすいですよね。だからみんながとっつきやすい文字に変換するっていうのが、ローマニゼーションの考え方です。だから国語の時間にローマ字を習うおかげで、日本人はローマンアルファベットに馴染みがある。あとはその言語ごとに読み方のルールを覚え直すだけ。という風に考えれば、ローマ字を悪者扱いすることもなくなります。そういうことも多くの方に理解していただくためにも、例えば株式会社プロスキルの菅沼先生という方が、英語発音技能検定を作ったりとか、発音指導に情熱を持った方たちがいろいろと啓蒙活動を行っているので、皆さんも一緒に日本の英語教育を変えていきたいと思っていただければと思います。そう思っていただける方は、いいねを押してチャンネル登録よろしくお願いします。